こんにちは、大野です。今回はですね、FX で勝つためのただ一つの方法ということでやっていきたいと思います。ちょっとね、サムネ詐欺の香りがね、していますが、実はサムネ詐欺ではないと。どういうことなのかっていうとですね、この中身がね、大事なんで、ちょっと聞いていただきたいんですけども、勝てる時っていうのはどういうことなのかっていう、この中身ですね。勝てる時にだけやると、そして勝てる時とは何なのかというとですね、上下がはっきりとわかる時ですね。簡単に言えば持ち合いじゃない時ですね。そして、上下がはっきりわかるときであれば、トレンドに乗れたり、値動きに乗れるわけですね。わかりにくいとき、持ち合いじゃなくてもわかりにくいときは手を出さなければいいという、それだけのことなんですね。わかるときにだけやれば、そこは勝てるときじゃないですか。勝てる確率が高いときだけにやればいいよと。で、もう一個あるんですね。で、もう一個が大きく動くときですね。分かってなくても大きく動くんなら、これはですね、途中からでも乗れるわけですよ。この二つなんですね。この二つ。だから、上下がはっきりわかるときと大きく動くとき。この二つにだけやればいいってことなんです。じゃあですね、小さな値動きとか、わかりにくい値動きのときって、じゃあいつなんかっていうことなんですね。わかりやすいのが日本時間ですね。昼間。日本時間っていうのは動きにくいんですよね。で、この理由なんですけども、日本時間はですね、ローソク足、日足で考えたときにローソク足の前半に当たる部分なんですよね。ニュージーランドから始まってオーストラリアでアジアですね。日本時間いわゆるに来るんですけども、これまだ1日のですね、相場の前半なんですよ。前半では下髭とか上髭とかいうそういう状況なんで、まだですね、この日どうなるかって答えは出てないんですよ。で、出てないんだけど、時間が経つにつれて、夕方になって夜になっていく、欧州市場、アメリカ市場になっていくとですね、その答えが分かってくるんですね。方向性が出てくるんですよ、実際に。で、それがその日どうなるかっていうこと。終値が答えだから、最終的にアメリカ時間に答えが出るんだけど、いくらになるのかっていう。その答えに近づくにつれ問題は簡単になっていくんですよ。上に行くのか下に行くのかっていう。前半でも答えが分かってればいいんだけど、なかなか難しいし、上振れ下振れするんで、逆張りになるんですよ、基本的には。難しいです、最初はね。ですので、その時間は避けるだけでも結構やりやすくなると。そしてですね、こういうローソク足の前半っていうのは基本的に持ち合いになることが多いんですね。一日中持ち合いってこともあるかもしれないけれども、最終的に何らかの方向性が出るのが後半だと。で、前半は持ち合いが多いんで、この時間を避けるだけでも結構メリットはあると。もう一つはですね、指標発表の前とか、ファンダメンタルズが微妙でですね、上下がはっきりしてないとき、こういうときはですね、どうなるかっていうと、やっぱ持ち合いになっちゃうんですね。で、なんで持ち合いになるかっていうと、動く要因がないと。で、動く要因がないっていうのは、今の現在のレートっていうのは、これまでに発表された指標発表だとか、その他、ファンダメンタルズの結果なんですね。金利の政策金利発表とかの結果で、今このレートにいると。なので、動く必要はないんですよ。特に、ファンダメンタルズとして。新しい材料が出た時に、それが変わるので、ファンダメンタルズが変わるので、動いていくっていうことなんで、その発表前ね、使用発表の前っていうのは、あんま動かないんですよね。使用発表の時に動くわけですね。なんで、その二つで日本時間と使用発表前っていうのを避けてもらうと、基本的には勝ちやすくなると。で、ただそうは言ってもですよ。そうは言ってもそう簡単じゃねえだろうと思うでしょうから、解決方法をね、ご用意してあります。解決方法の前に、ちょっとですね、どういうことになるのか、今のまずい時間帯にやると、それをちょっとお伝えしとこうかと思います。これですね、持ち合いの時っていうのは、この今ドリブルで抜いてた時みたいに、このフェイントみたいな感じになるんですね。これもそうですね。サッカーのイメージなんですけど、右左、右左、右左、どっちに行くかわかんない状況なんですね。こんな感じですね。ドリブルで抜いていく時みたいに、上下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 。格闘技で言うと、左打つに見せかけて右、右打つに見せかけて左みたいな感じですね。左打つに見せかけて右みたいな感じ。で、これをチャートにするとこうなるんですね。上、下、上、下。打つと一緒なんです。で、上。で、この瞬間だけ捉えないといけないんだけど、
でそれが動かない時とか、市発表の前を避けるってことで、取ったとしてもこうなるんで、それも利益確定しないといけない。だからこの瞬間だけ取って、ここで利益確定しない限りは利益にならない。その前やっててもダメだし、ずっと持っててもダメ。これが相場なんで、そこのところを理解してないと利益は出ない。この瞬間だけをやって、動き始めてから乗ってもいいし、この動くタイミングだけに買って、利益確定すれば別に勝てるんだけど、ずっと持ってたらただ戻ってくると。これがね、FX なんですね。でなので、解決方法をね、ちょっとやっていきたいと思いますね。解決方法は2つありますね。1つ目はですね、時間まで待つだけということでございます。で、これはですね、大きく動けば途中から乗れるって言いましたし、上下がはっきりと分かったら乗れるよと。だから分かりにくい時と小さな値動きを避けるということなんですけども、その時間まで待ちゃいいんですね。だから日本時間終わって、欧州時間始まって方向性が出ると。で、アメリカ時間始まって、いよいよ最終的な値動きが出ると。この2つにだけやっときゃいいって話なんです。それだけですね。または、市場発表の前はやらずに、後だったり、中ね、途中にやればいいってことです。発表後にね。この2つだけ守ってもらえばいいかなと。もう一つの方法はですね、俯瞰してみるということなんですね。で、俯瞰してみるっていうのは、一回ですね、チャートの縮尺を小さくしてもらって、で、トレード手法とかダウ理論とかですね、に当てはめて、どういうことなのかってことを一回把握してほしいんですね。で、そうすると答えが分かったですね。さっきも言いましたけど、分かりにくいときは乗れないって言いましたけど、分かる人には分かってるんです。その手法を知らないから分かってないだけで、分かる人には分かってるんで、だから、一回俯瞰してみてもらって、それが分かるまで考えてほしいんですね。で、そうすれば、分かったんならトレードすべきだし、分からないなら、やっぱりちょっと待った方がいいですね。動くタイミングまでね。大きく動き出してからちょっと乗るってことは可能なので。ということでございます。なので、トレード手法とかトレードルールを研究するっていうのは、そういう意味でね、非常に意味はあるのかなと思います。ということでね、時間まで待つと俯瞰してみるということを覚えておいてほしいんですが、最後に、それは値動きだけの話なんで、資金管理も重要なので、分かったとはいえ、上振れ下振れはするので、そこに口座破綻してしまわないような資金管理を加えてやるってことはね、もちろん大事だということはね、付け加えておきます。ということで、以上ですかね。よいしょ。まとめるとこんな感じですね。勝つためのただ一つの方法は、勝てる時だけにやると。で、勝てる時っていうのは上下がはっきり動く時で、または大きく動く時だと。逆に小さな分かりにくい値動きの時っていうのは、日本時間だったり、市場発表の前、ファンダメンタルズが決まってない時ということですね。で、解決方法は、その時間まで待つだけ。または、俯瞰してみると。一回縮尺を小さくして、トレード手法に当てはめて考えてみるってことですね。それでは、この動画はこれでおしまいにしたいと思います。ありがとうございます。